今日は招待していただいてありがとうございます。みんながね、毎日この学校で習ってることとはちょっと今日は全然違う話になっちゃうかもしれないし、先生に怒られるかもしれないんだけどみんなのファッションのこの人生の中で何か一つヒントになればいいかなと思って、今日はお話しさせてもらおうと思います。別にすごくカメラマンになりたいわけではなかったんだけど、2009年かな。まだSNS がね、そんなにみんなが始める前で、日本もみんなブログを書いていた時期でした。そういうものを触れていく中で、その写真を中心としたコミュニケーションに世界がなっていくんじゃないかなっていうのをすごく感じて、当時はみんなブログに上げる写真も携帯電話で撮ったものをアップしていたんだけど、その他大勢の人たちと違うものに、見た瞬間に違う写真だって分かるものにするために、これはいいカメラが必要だなと思った。で、その時に、いろいろ調べて、その当時一番いいと言われていたカメラがそのライカ M8 が始まったんだけど、その当時一番高いカメラなんだって言って、それを買いに行きました。僕らは2004年からブランドを始めて、その最初のバンキッシュっていうブランドがあるんですけど、2010年に、東京ファッションウィークで初めてランウェイをやりました。109のブランドとしては、史上初めて。で、その109のブランドっていうもの自体が、やっぱり日本のファッション業界ではすごく低く見られていて、世の中の評価と僕らのマーケットにいるお客さんの熱量とのギャップをすごい感じていて、なんでこんなにお客さん楽しんでるのに、そのファッション業界の人たちはみんなバカにするんだろうと。でそこにチャレンジしたくて2010年に、東京コレクションに初めて参加します。僕がそのショーに出ますって発表をした瞬間にもうそのツイッターとかね、SNS でものすごくバッシングを浴びます。で僕はバッシングを受ければ受けるほど、なるほど。僕らは新しいなと。みんなが理解できてないから僕をバッシングしてるんだと思ってました。でわざとツイッターで喧嘩したり、毎日ね、その東京ファッションウィークの当日までわざとそういう喧嘩をして盛り上げていったんだけど、エブリデイね。エブリデイ。で、そのファッション業界のメディアもみんな僕のこと叩いて、すごくこき下ろしたんだよね。でも実際そのファッションウィークのランウェイの当日に恵比寿ガーデンプレイスっていう場所でやったんですけど、僕のショーを 見たい人たちが、2週半並んだんですね。多分その当時の東京コレクションで史上、最高動員記録をして、次の週に僕はそのニュースペーパーの表紙になったりとかして、でそれがあって、やっぱりそのファッション業界の人たちに認められることは、1ミリも価値がないと、自分たちを信じてお客さんが喜ぶことをやることの方が正しいんだっていうのを気づきました。ファッションウィークに出て、それをきっかけに海外戦略を始めますと。2010年からね。僕はそこから月の半分をいろんな外国で過ごすような生活が始まって、で、その時に東京だけで売れてるものだともう勝てないなっていうのが気づきましたと。それなぜかっていうと、どの国に行ってももう大きい都市のメインにはそのメゾンのブランドがあって、あともうユニクロがあって、H&M があって、ザラがあって、完璧なネットワークを持っている会社が世界中にあるのに、僕らが東京だけで頑張ってて、残れるはずがないと。グローバルブランドにしなきゃいけないために何が必要かっていうのを海外で毎日探していたんだと。彼らが絶対にやらない戦略を考えなきゃいけなくて、毎日ホテルに帰って、その当時はまだ Facebook しかなかったんで、世界の人たちが使ってるものがね、毎日ホテルで Facebook をいろんな女の子のところをこうやって繋がって全然知り合いじゃないんだけど、可愛い子がいたら可愛い子に行ってずっと毎日見ていたんです。そしたらある日スペインの女の子が自分の顔に
フォトショップかなんかで猫のひげと鼻を描いてたのね。でその写真にもう何万件っていうコメントが入ってたんですね。いろんな国の言葉で。で、僕それを見た瞬間に、あ、これだと。これはもう写真1枚で言語を超えて世界中の人たちに、なんていうの、リーチできる新しい手法だって気づきました。で、それが2011年で、その時にインスタグラムが始まりました。で、僕は多分この、インスタグラムがもしかしたら世界の中心になるコミュニケーションツールになるんじゃないかと思って、僕はもうその時から始めて海外にいたんで、日本人はもうまだ誰も使ってなかったんだけど、写真中心のコミュニケーションの中で指が止まるものを作ったら、それは新しいブランドになり得るんじゃないかっていう、その時に始めようと思ったのがこの FR2 っていうブランドです。で、そのインスタグラムがもしメインストリームになり得るのであれば、スターを決めるのは業界人ではなくて全てのユーザーだから、世界のインスタグラムユーザーが決めるじゃないですか。だからその写真の中でいかに指が止まるものをやるかがすごく鍵で、いいカメラを使って、みんなが指を止めたくなるようなマークを考えて、あ、僕はウサギ年だからウサギのマークにしようと。で普通のウサギのマークやってても指が止まらないんで、なんだこれっていう、世界がターゲットだから、世界中の人が理解できることなんだろうって思った時に、あ、エッチなことだなみたいなものを考えたのがその FR2 のそのマークですね。The rabbit is the animal, okay, who makes the most love. You know, among animals. それ今おしゃれにあれしたでしょ、トランスレートしたね。学校だからね。あ、OK。はい。だからみんなが今勉強しているようなファッションではなくて、僕らのブランドポリシーは洋服を作ってるっていうよりは、みんなのコミュニケーションの中心になるには何をやらなきゃいけないか。みんなが勝手に話題にしてくれたりとか、みんなが普段生活の中で何を楽しんでるかの中に行くものを考えた。僕から言えるメッセージとしては、ファッション業界って、ほとんどの人たちが、日本ももちろんそうなんだけど、わからない。みんなアジアの子たちはみんなどう考えてるかわからないんだけど、みんな欧米にやっぱり憧れていて、ヨーロッパとかアメリカのものを勉強するじゃないですか。でも全ての人が今スマートフォンで世界中つながっていて、欧米の人たちに憧れる必要はないんじゃないかなと思ってる。だから香港にいるみんながもしファッションをこれから勉強していってファッションビジネスをするときに、もっと香港のカルチャー、香港っぽさをもっと誇りを持ってそれを世界に売っていく方がいいんじゃないかと。そういう社会になっていく、マーケットに変わっていくんじゃないかなと思ってます。なんで当たったかはちょっとよく忘れちゃったんだけど今から始めなきゃいけないこととしては、自分たちの国に誇りを持つことだと思う。おしゃれなものはもう世界中にありふれていて、そんなものはもうインターネットでもいくらでも探せるし、いくらでも買えるじゃないですか。でも香港の人が作る香港の服はヨーロッパの人には真似できないんで、やっぱそういうものがすごく大事になるから、僕がこれから始めるんだったら、よりローカルにすごく根付いたものをやります。人々の熱狂が変わっていったのが分かったからだよね。もしかしたら20世紀はランウェイの方が注目度が高くて、みんながそれに憧れてたのかもしれないんだけど、僕らがちょうど始めた時ってインターネットが出てきたんで、世界の状況が変わったっていうか、みんなの興味がもっと違うものに変わっていく時だったから、そういう風に変えたんだと思う、多分。洋服を作ることだけに追われてしまうと、お客さんの動向が見えないじゃないですか。
だからその服を作る、みんなが勉強してることはすごく大事なことかもしれないんだけど、それよりも大事なのはその消費者が何を見て何に熱狂してるか、でそっちを見ながら勉強するのがいいかなと思います。Thank you very much. Let's give a big applause I'd like to say a few words, building up on what Mr. Ishiwaka said today. One thing that I really highlight here, perhaps summing up with what we hear today, is the following. All the designers, all the marketers, I want you to stay away from focusing too much on visual elements of garments, visual elements of fashion. Particularly because of the technology advance, if you focus too much on that, you will not have any competitive advantage in terms of differentiating yourself. What's really important, as he pointed out, you really have to pay attention to what is going on in the society, what's going on in humanity, what's going on in the global setting. What are the things emerging? What are the things being popular? Where are all these going? Because at the end of the day, we use visual element to communicate who we are, to communicate our ideas, to communicate values and missions that you want to spread in the world and society. So one of the things that I want you to pay attention to is that in addition to your training on skills and technology, I want you to read, I want you to pay attention to news, I want you to pay attention to many different things that compose of important elements of society. And if you look at what's going on, you will see that a lot of times, a lot of things are interconnected. There are always reasons why something is emerging, something is dying, something is happening, something is out. And I want you to always question, why is it the case that I'm seeing at the moment is becoming popular? Why is it the case that something that used to be very popular about 5 or 6 years ago is not picking up? So as opposed to just paying attention to what is happening, I want you to push yourself a bit further, thinking, and you can be totally wrong, or there is no right answer. Try to force yourself to put together your answers as to why this is the case, why it is happening the way it is happening. And there's a very important training for you sitting here to become future, Mr. Ishikawa. You can do anything that you set your mind to. You have to be ambitious. Always believe that there is the future, that you, one of you sitting here, will lead the way. Okay? So SFT, going forward, I'm going to focus more on conversation series like this. I really want to see more students coming in. So spread the word, invite them, tag them along, share. Another thing that I tell you, you alone cannot do anything. You need a team. You need a people who shares the same idea, share the same passion. So the more that you can create a community along the way that you like to spread out, the more likely that you will be able to succeed. So I'm very happy to get to listen to what FR2 just shared with us, and I get to know a lot about how artistic person can move from one hobby to not hobby but interest to another, from a photographer into a fashion designer and brand owner. And as a person with fashion design background myself, I find it very interesting to see how a brand could grow from something local in Tokyo into something very global, and I get to learn how get in touch with the world is important to a growth of a brand and the design of a brand. Yeah. It's our honor to have Mr. Yo-san to our school to present his career, and we learn a lot from his sharing, and we have also we can know more about the FR2 brand, because we are in Hong Kong. Maybe we know
we don't know the history or brand development of the brand. And today we can get more information from Royal Sang. Yeah. Yes, so we think this seminar also interesting. We have some time to ask questions also. Very special that Yosam start his career from runway and then moved to streetwear, and also streetwear is very popular in Hong Kong, and we know how to we absorb many experience from Yosam and know how to try to develop our own brand in future career. And thank you. Yeah, it was a great honor for us to come to this master talk today, and I thought that it was very inspiring for the learn more about FR2, the brand story and the brand identity, like the rabbit logos, and how he started this brand FR2. So I thought it was very helpful for me to start my own business, because I'm also starting a small business on Instagram. So I thought it is a big hint for me to how to stand out in the market, for the fashion marketing. Yeah. And for me, I think it's a really good opportunity to see FR2 himself, and I think his sharing is very inspiring in terms of his philosophy, his how he promotes his brand on the market, and how he inspired us to do more to how to be ourselves in creating our own brand, and how we can promote ourselves in social media. And I think it's a really good opportunity as well, because I am also creating my own brand in Instagram. And I think I was really inspired by his talk and how I could really promote myself on Instagram, and how to gain popularity, and how I can stand out from the most of the other brands. And I think his show is very inspiring. So I think his talk really inspired all of us, and I think it's a really good talk. Thank you. 本当に今日はありがとうございます。本当にすごく面白かったです。お疲れ様です。お疲れ様です。